私も今回届いた商品の商札を見て驚いてます。今回は今までで一番お買い求めやすい価格になっております。皆さんこんにちは。銀座着物ティロワールのオーナー広田です。今日は今週の金曜日12日からスタートします。国産紙にこだわる井上商事の有機紬店についてご紹介いたします。今日は第4弾ですね。やはり有機といえば亀甲ですね。百亀甲の飛び柄、帯状、そして総柄、そんな素敵な商品をこれからご紹介いたします。それではまず最初に今回の日程再度ご紹介します。12日金曜日から21日日曜まで10日間当店の店内で国産紙にこだわる井上商事の有機紬店を開催いたします。井上商事の社長もスタートの3日間当店にいらしていただけます。12日初日は午後2時頃からになると思います。そして13日は1日おられます。最終14日は夕方5時頃には帰られるかなという感じになっております。この3日間は井上社長から直接有機紬の工程や苦労話、裏話など聞くことができます。また有機紬についてご相談やご質問があれば直接お聞きすることも可能です。大変気さくで、そしてお話上手、もちろん知識はすごいです。有機に対する情熱もすごいですね。もうお話を聞いてると思わず引き込まれてしまいます。そんな素敵な、そして素晴らしい井上社長のお話も聞けますので、ぜひこのスタート3日間お気軽にお越しいただければなと思っております。なかなか有機紬のお話を直接聞くということはできないと思いますので、こういう機会に思い切っていらしてみてください。新たな発見があると思います。そして勉強になります。ご予約などは必要ありませんので気軽にお立ち寄りください。そして今回の一番の目玉は価格なんですね。私も今回届いた商品の商札を見て驚いてます。ここまで頑張ってくれるかという思いでいっぱいです。まさしくお値打ち価格、本当に価値があるいいものを企業努力で頑張っていただき、極限まで買いやすい価格にしております。今回は今までで一番お買い求めやすい価格になっております。ただ今回ご用意している商品は無地を含めて全て地機商品に限っております。ですから本場有機紬の中でも特に高級なお品ばかりなんですね。そちらのいいものをかなり買いやすいお値段にしております。今回は有機紬を何枚もお持ちの方、ぜひ見に来ていただきたいですね。井上商事の有機紬は今までの有機紬の概念を覆すようなものがいくつもございます。第2回でご紹介した有機縮みや前回ご紹介したぼかしだったり染め分けのような織りの有機紬だったり、また色も明るい色、綺麗なピンク系だとかベージュでも薄いベージュ色など今まであまり有機紬では使われていなかった色も使っております。やはり着物というのは糸が大事、そして生地が大事。でも着物といえどもファッションですから、やはり色も柄も大事ですよね。ときめく色柄や気分が上がる色柄、そんな有機紬も着てみたいですよね。紬というと黒っぽかったり茶色っぽかったり暗い色が多く、柄も決まりきったようなかすり柄が多いですが、井上商事の有機紬は違います。綺麗な色、そして色や柄でも楽しめる有機紬。生地は最高級の入金真綿を使用した 100% 国産の無粘紙の手紬糸を使っております。そんな最高級の生地に素敵な色柄、もう思わず欲しくなってしまいますよね。ですから有機紬1枚2枚お持ちの方にはぜひ柄で楽しむ有機紬もおすすめいたします。それではまず最初に飛び柄の有機紬4点ご紹介いたします。亀甲の柄物でも飛び柄が一番買いやすいお値段ですね。そして着姿がすっきりするので、お値段だけではない着姿の良さも人気の一つなんですね。こちらが尻尾の柄です。縁起のいい尻尾つなぎ、そんな柄を亀甲で描いております。上の方が亀甲、下の方が十の字というかすりになってますね。亀甲とかすり、織りを変えてます。淡い水色の白っぽいお色、今時の
人気の色ですね。生地も柔らかいです。そしてこちらがくすみピンク、ピンクベージュという感じでしょうかね。蝶の柄、こちらも亀甲、線格子、かごめ、十の字とかすりの技法を変えて織ってます。素敵ですね。こちらは薄い黄緑系のお色、梅の柄ですね。こちらも亀甲、かごめ、織りを変えて織ってます。そして最後の4点目が恋地のお色。でもこちらもちょっと紫がかったようなお色です。今まであまり有機紬では見たことがない地色。かすりも亀甲、線格子、十の字と織り方を変えながら柄を描いております。すっきりしてますね。どれも非常に生地がいいです。糊がついているのに柔らかいんですね。真綿の感覚があります。こちらを湯通しをして糊を取るともっとふわっとします。とても着やすい生地になります。次が帯状の柄ですね。飛び柄と総柄のちょうど中間ですね。柄は帯のように縦につながってます。こちら帯状でも直線部分がないぐらい曲線の組み合わせなんですね。かすりも変えてます。紬というのは有機紬は平織りなので縦と横の組み合わせなんです。ですからこの曲線が一番大変なんですね。糸を染める段階もそうですし織りもそう。なるべく縦と横の柄の方が作りやすいんです。こちらは全て曲線で柄が構成されてます。ですからこういう柄っていうのはあまり見ないですね。とても手の込んだ帯状の柄、そしてすっきりとして着姿が美しいと思います。そして次にこちら緑の地色。この地色も有機では珍しいですね。そこに帯状の柄が入っております。かすりを変えて織ってますね。亀甲、十の字、線格子と、そして色も入れてます。こちらもおしゃれな有機紬。この帯状も今人気があるんですね。飛び柄よりも柄があり、総柄よりも柄が少ないので、すっきり感があり、そして高級感もあるという柄付けになっております。それでは次に総柄の有機紬。こちらの地色も珍しいですね。かすりを変えて織ってます。ベージュ系の地色。こちらも割と明るめなベージュなので有機らしさがないですね。でも生地は真綿の柔らかさがございます。それでは最後の2点。総柄なんですが、今お見せしたものより一角上の手の込んだ総柄になります。こちらかすりを変えながら織ってます。非常に高級感のある柄になっております。そしてこちら最後、こちらがやはり一番手の込んだ有機紬ですね。ここも実は柄が入ってるんですね。ぼかしのように柄が入ってます。ここもそうですね。縦の縞のような柄で総柄、そしてぼかしを併用してます。とても手の込んだ有機紬です。今日は亀甲の柄を一部お見せしました。まだまだたくさんございます。点数はトータルで70点以上お持ちになります。これだけの本場有機紬を見るということはなかなかできないと思います。そして当店であれば気軽に見られます。そしてご希望があれば着想ももちろんいたしますし、商品の製造工程など説明などもさせていただきます。こういう機会はめったにございませんので、着物ファンのあなた、紬ファンのあなたにはぜひ来ていただきたいなと思っております。それでは今日はこの辺で終わりたいと思います。有機紬店のご紹介は今回が最後になります。ぜひ12日からお待ちしてます。いやー、有機紬って本当にいいですね。ぜひ当日お店でお会いしましょう。さよなら。